皆さんこんにちは。今回は生後2ヶ月のはっちゃんに日本やスウェーデンの家族がはるばる会いに来てくれたスペシャル回。命名式にお宮参り、お食い初めなど日本の伝統も北欧で体験。初めてのイベントはうまくいくのでしょうか。よかったらぜひ最後までご覧ください。いるかないるかな。楽しみ。ではではようこそ赤ちゃんとの新しい生活にも慣れてきた生後2ヶ月頃、私たちが暮らす北スウェーデンに日本の家族がはっちゃんに会いにやってきてくれました。ということでお家で待っていたはっちゃんとの初めての対面です。中入る？ OK。Let's go inside now. Let's go inside. Brian, come inside. Come inside. 覚えとったね、ブライアン。もちろんね。嬉しい。Mor, mor. おばあちゃんじゃない？ Bacana. はじめまして。 Oh, すごい。 Lucy. そうはめ。 Yeah. ああ、 Lucy. 嬉しい。 Oh. お土産あると？プレイヤープール Wow. うわOh,いいね。ー、What？ Wow. お Oh. 大きかったね嬉しい。ベッドがいっぱいある。私の家族はみんな九州に暮らしているので、福岡から東京、東京からストックホルム、ストックホルムから私たちが暮らす北スウェーデンまで飛行機に乗ること1日以上。距離にして1万キロ以上の道のりをこんなにスーツケースいっぱいにお土産やプレゼントを詰めてきてくれました。全部だったねおかき、これはスウェーデンの家族にあげたい分ね。わあ、すごい。すごい。ありがとう。ありがとう。100均でお願いしたやついっぱい。ありがとう。アンパンマンのお絵かきなんとか。やってくれましたすごい。これとあとこれあれやなあれねありがとう。シュポットね。ポットねすごい。日本からの。ありがとう。もうまだあるよね、やばくない？マジ美味しいよすごい。お店屋さんができるぐらいたくさん。ありがとうございます。あ、すごい。鍋の素と、あ、ここら辺は何？ラー油だ。ヨハンさん大好きな。ふいとこれもねここれはもうカップスープはもう大好き。出してきた大好きカップスープ。わ、ラーメンとかあるよ。マルタイラーメン、アベックラーメン。本当だ。棒ラーメンいっぱいある。私が大好きなとろろ。うわ、大好きこれ。ご飯の音も大好き。きなこ、キューブ。わ、これ食べたかったやつ。納豆、たらこ、柿の種。ヨハンさん大好きなやつ。あー、塩昆布。すごい。全部さ、カラフルで綺麗だね。パッケージが。うわー、ジャバンのり。あんこあった。あんこあった。あんこもある。お餅もある。みりん、味噌。うちに味噌ないから和風だし。すごい。お好みソース。わ、ありがとう。
カントリーマームチョコまみれ見たことない。それみりん。うん。すごい、ありがとうございます。ありがとうな。お土産もあるし、それ以外もある。おもちゃとかも持ってきてもらいました。ありがとうございます。Sleepyhead right now. Sleepyhead. すごい。日本の育児用品やおもちゃをたくさん持ってきてもらったんですが、その中で私がぜひ使ってみたいとお願いして買ってきてもらったのが、このネオママイズムというブランドの折りたたみ可能なベッドインベッド。早速生後2ヶ月のはっちゃんに寝てもらうとこんな感じ。こちらは2歳ぐらいまで使えるとのことなので、これから大切に使わせてもらいたいと思います。じゃーん、タコスでーす。ありがとう。お菓子いっぱい。あ、そう。そう日本のお菓子ね。そう、まっちゃんが好きそうなやつと自分が好きそうなやつ。酒まんじゅう、キネスは。そう、どら焼きあった。そうそう。それバターどら焼きね。なんか好きそうやん。あ、そうではでは、どうぞ食べてください。いただきます。ありがとう。ありがとうございます。わ、嬉しい。この日は生まれてきてくれたはっちゃんをお祝いするパーティーのため、スウェーデンの国営の酒屋さんシステンボラーゲットにやってきました。パーティーの準備中です。今回は家族だけの集まりですが、人数でいうと大人は12人ということで、1日目はお寿司を出前で取り、2日目はパーティー会場でケータリングを準備しています。その2日間にかけて大人12人で飲食をする予定なので、赤ワインや白ワイン、ウェルカムドリンク用のスパークリングワインのほか、ビールもまとめてたくさん買っちゃおうと思います。何本買うの24 24? すごいパーティー、めっちゃいいと思う。ちなみに日本のビールスーパードライもスウェーデンで大人気で、だいたい北スウェーデンでもどこでも買えるようになりました。あとはスーパーでノンアルの飲み物を揃えたら、これで準備はバッチリ。いいじゃん。20 good? うん、すごい。 Is that good? 出来やでーす。そしてお次はスウェーデンで一番大きなおもちゃ屋さんにやってきました。この頃はハロウィンの前だったので、変装をしたりメイクができるアイテムがたくさん置いてありましたよ。実ははっちゃんには2025年同じ年に生まれたいとこが日本とスウェーデンに1人ずついるので、それぞれに渡す小さなプレゼントを探しに来ています。何かいいものあるかな？はっちゃんのいとこのね、出産祝い買いに来ました。It's like stuff overload. すごいね。これにしようじゃん。ということで、ここからは実際に家族でみんなで集まった週末の様子をお届けしたいと思います。うわーKusiner. Han är stor. Stora hundarna. はっちゃんのいとこにあたるヨハンの弟ファミリーは南スウェーデンの実家の近くに暮らしています。なのでこれから帰省するときはたくさん遊んでもらったり、一緒に成長を見守っていけるのがとっても楽しみです。これからお寿司をみんなで食べます。お寿司の他にもお鍋とかお味噌汁とかサラダ準備してます。今日は12人集まりますね、お母さん。はーい。お味噌も持ってきてもらいました。
hade farmor. Nej. Hej. ちょうどお昼時、残りの家族もみんな一気に到着するとみんなに会います。ルームツアーや自給自足の暮らしなど以前動画に出てもらったヨハンのおじいちゃんやおばあちゃんも初めて北スウェーデンの我が家まで遊びに来てくれました。そしてはっちゃんはヨハンのパパに初めて抱っこをしてもらって嬉しそう。美味しそう。頼んだお寿司が届きましたとかヨハンが取りに行ってくれました。いただきます。ということで家族全員集まれたので我が家でお寿司パーティーを始めたいと思います。どう？この日は午前中から私の母やお姉さんが料理を準備してくれていたおかげでみんなそれぞれ美味しい日本の料理をお腹いっぱいいただくことができました。そしてランチの後はリビングに移動しみんなでフィーカ。ここで日本から持ってきてもらったおかきやおせんべいをお土産としてみんなに一つずつ選んでもらったり、福岡を代表するヨハンが大好きなお土産博多通りもんというおまんじゅうをみんなに食べてもらうととっても大好評。そして次の日は会場を借りてのはっちゃんパーティーということで早めに解散です。どうですか今日楽しみ？楽しみですね。おしゃれしてます。おしゃれしてます。おばあちゃんに買ってもらったムーミンのお洋服着てます。はい、靴も履きました。靴も履きました。これは靴なんですね。かわいい。ジャケットも着ました。トータルで着ました。どうですか？おっぱいも飲みましたから。飲みました。たっぷり年齢もしたので、大丈夫だと思います。昨日もご機嫌でみんなに会いました。今日も楽しみです。よかったです。お天気も良くて。はい、これから、会場に行って命名式の準備をしに行きます。いろいろ準備しているのでサプライズとかスウェーデンの家族にあるのですごく楽しみです。みんなの反応がね。で今日はかっこいいお洋服を着て私のお母さんには男の子みたいだねって言われてます。I think we're pretty much done, right? ね、準備できたね。みんながやってきてビュッフェしてケーキ食べるね。We're just waiting for everyone to arrive now, I think. 楽しみです。Så jag kommer ta ett glas. Ja, okej. Ja, vi kan ta ett. Det blir bra. Nice. Tack så jättemycket för att ni alla kom hit idag. Tänker vi kör igång. Skål! Kanpai! ありがとうございます。乾杯。今回集まったのは大人が12人ですが、実はヨハンのおじさんファミリーも来る予定だったので、お料理は大人15人分で注文していました。Ribs, grillad kyckling, rökt rotselleri, bakad potatis. Och vad är det? Den? This one? Oxen. Ja. すごい、アイさん。これ全部開けたね。あ、全部違ったのお料理。どう？なんか2個ずつ一緒って思っとったら全部違う。開けてくれて。実は10年前私たちは日本で結婚したんですが、その時は結婚式を挙げたりお互いの家族を呼んで顔合わせみたいなのもできなかったので、
今回こうやって家族に集まってもらえたことが何よりもまず嬉しかったです。そしてスウェーデンでは結婚式などの大きなイベントでも式場の選定から披露宴に使うパーティー会場の選定、そこで提供するお料理やお酒、衣装やヘアメイク、演出なども全て自分たちでプランを立てて予約や準備をすることが多いので、私たちも今回日程の調整から招待状、当日の流れを決めたりと手作りでお披露目会をプランするのがザ・スウェーデンっていう感じでとっても楽しかったです。そしてお食事の後はケーキをいただきます。じゃん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 。そうなんです。どうですか、お料理。ね。肉肉やったね。そしてじゃじゃーん、ビーカもあります。プレゼントもいっぱいあります。コーヒーもお母さん飲んでください。コーヒーできました。はい。こちらは上にブルーベリーが乗ったケーキで、こっちがスウェーデンでは定番のプリンセスケーキ。どっちもとっても美味しかったです。とここで私たちから来てくれたみんなへスウェーデン語と日本語の両方でスピーチをします。Och tack så jättemycket för att ni alla har tagit er sån lång väg, antingen från södra Sverige eller från Japan. Vi uppskattar verkligen det. この回はいわば洗礼式や命名式のような意味を持っているということで、名前の由来について少しだけお話ししたいと思います。Tack så jättemycket. 日本だと生後1ヶ月になったら神社へお宮参りに行くという祝福方法がありますが、それに一番近いのがスウェーデンでは教会での洗礼式。私たちは今回宗教観にとらわれないお披露目会という形を選びました。そしてはっちゃんの成長を見守り、人生の節目なのに特別な存在として関わってくれる人としてゴッドペアレントを選びました。これから彼女が将来生きていく中で彼らとたくさんの楽しい思い出を作ったり、困った時はいつでも頼れる心の拠り所になる大人の存在を知っていってほしいなと思います。わー、かわいい。天使みたい。とても素敵なおしめ物、おしめ、おもし、おめし物、お召し物をね。しかもちゃんの時どうやって40すごいね。42年目ぶりすごい。でこの人と、あそこも来た？でもなっちゃんの時夏やったけど来た来たっていうことでしたか？うん、3代ってすごい。4人目よ。4人目よ。かわいい。まず一つ目のサプライズは日本から持ってきてもらったこの白いセレモニードレス。日本だと退院する際やお宮参りに行く際に着せる衣装ですが、スウェーデンでも全く同じようなドレスを赤ちゃんの時の洗礼式で使うことが多く、2つの違う国だけど共通点も多いことを伝えながら、私の母がはっちゃんに向けてお祝いの言葉を送ってくれました。続いてヨハンのパパからはお祝いのスピーチとはっちゃんに向けて人生のアドバイスをいただき、ヨハンのママからもお祝いの詩を読んでいただきました。そしてそれを私がその場で日本語に訳す形で家族に内容を伝えます。そして日本からはっちゃんのためにわざわざ買ってきてもらったお宮参りで赤ちゃんに着せる産着や祝い着と呼ばれる着物が2つ目のサプライズ。私は今回母になって初めて、私の母も30年以上ぶりで着
着物のかけ方を少し間違っているところは多めに見ていただきたいんですが、今回のお披露目会で彼女のルーツである日本の文化をはっちゃんやスウェーデンの家族みんなに味わってもらいたいと、日本式の命名式やお宮参り、お食い初めについての伝統を家族に一つ一つ説明しました。3つ目、最後のサプライズとして生後100日を迎える前ではあったんですが、せっかくの機会なのでスウェーデンに来てくれたお姉さんと母に手伝ってもらい、北欧でお食い初めの儀式も実演することに。本来であればタイのお頭や煮物、お吸い物にお漬物など一式を揃えたかったのですが、今回は日本から持ってきてもらった赤飯とこちらで準備した食べ物をお皿によそい、はっちゃんの口に近づけ食べる真似をさせました。本来は何を食べるのか、そしてそれぞれにどんな意味があるかなどを私がスウェーデンの家族に拙いスウェーデン語で説明をしながら儀式を進めます。そして最後に丈夫な歯が生えますようにとの願いを込めて歯固め石を食べさせ、その理由も説明して儀式は無事に終了。特にヨハンのおじいさんとおばあさんが日本の文化に興味津々で聞いてくれたのが印象的でした。その後は家族で集合写真を撮ったり、いただいたプレゼントをみんなの前で開封したりと、内容は盛りだくさんでお披露目会は大成功。命名式お宮参りお食い初めという日本の伝統をスウェーデンで披露するというサプライズもみんなに喜んでもらい、本当に楽しい会になったなぁと思っています。大丈夫。楽しい。普段はお互いの家族が近くに住んでいない中で私たちは北スウェーデンに暮らしているので、この2週間弱の期間で生後2ヶ月のはっちゃんを一緒に育ててもらうことができ、日本の子育てについて質問をしたり、スウェーデンのやり方を見てもらったりと、家族でワイワイ楽しい時間を過ごせて本当に嬉しかったです。かわいい。ぬいぐるみになった。なんでこのおばさん首がすごい。最後に家族が帰る前に記念でみんなで写真撮りました。寒かったろうとはね。みんな帰ります。ありがとうございました。楽しかったです。子育て一緒にしました。よかったです。大きくなったかな。あらニコニコ。あら笑顔がよかったね。ねこれもね。またね、元気出てね。そしてこの後はヨハンと育児休暇を交代し、私が3ヶ月間一緒にはっちゃんと過ごします。またその様子は次回動画にしますね。ヘイドー。先日ベスティスメンバーになってくださったヒビログさん、他のメンバーの皆さんもいつも応援本当にありがとうございます。